はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画はメルボルンから3時間で行けるオーストラリア最大級のスキー場についてです。皆さん、8月にスキー、スノーボードをしたことがありますか？日本では山形県の月山スキー場で6月末ぐらいまでは滑ることができますが、8月に滑れるスキー場はありません。ただ、その時期に南半球に行けば滑ることができるスキー場があるんです。私が今回オーストラリアのメルボルンから日帰りで滑りに行きましたマウントブラーにつきまして紹介したいと思います。 4K 映像かつ20言語の字幕を歯車マークから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。マウントブラを紹介する前に、私は過去に北海道旭川市周辺のスキー場につきまして紹介させていただいております。北海道旭川市は東京から約 927km で、羽田空港から旭川空港までは約1時間40分で行くことができます。北海道旭川市周辺には素晴らしいスキー場がたくさんあるんです。動画の中で9カ所のスキー場を紹介させていただいておりますが、パート1では4カ所を紹介させていただいております。そしてパート2では5カ所のスキー場につきまして紹介させていただいております。まだ行かれたことがない方はこちらの動画を視聴いただきまして、北海道旭川市周辺のスキー場に滑りに来てほしいと思います。今回紹介させていただきますマウントブラーはオーストラリア南部にあります大都市メルボルンから約3時間で行けるスキー場です。東京からメルボルンまでの距離は約 8191km です。東京からメルボルンまでは日本航空、JAL とカンタス航空の直行便が運航されております。フライト時間は約10時間です。メルボルンからマウントブラーまでの距離が約 250km で、車で約3時間で行くことができます。途中マンスフィールドでスキー、スノーボード用品やタイヤチェーンを借りることができるお店があります。私は過去に利用したことがありますが、メルボルンからの日帰りツアーがあります。こちらのツアー料金は大人で129オーストラリアドル、日本円で約1万3000円でした。このツアーでは途中マンスフィールドのスキーショップに立ち寄ります。こちらでスキー、スノーボード用品をレンタルすることができます。こちらのツアーのウェブサイトのリンクを概要欄に載せておきます。今回私は車を利用しましたので、マンスフィールドにあります別のスキーショップに行きました。そのスキーショップは一番手前に見えるお店です。お店の中を撮影してみました。手袋や小物類などを販売しておりました。スキーやスノーボードのレンタルはかなり豊富に揃っておりました。タイヤチェーンも置いてありました。このお店のレンタル料金を載せておきます。私はマウントブラでレンタルをしましたが、こちらの方が安かったですね。またスキーシーズンにマウントブラに行く場合にはタイヤチェーンを持参しないと車で行くことができません。ですのでこちらでタイヤチェーンを借りました。車でマウントブラに向かいますと、料金所のようなゲートがあります。マウントブラに行くためにはリゾートエントリー料金を支払う必要があります。リゾートエントリーは駐車場の施設管理や除雪などの費用のために徴収しているそうです。エントリー料金を右に載せておりますが、日帰りの場合は63オーストラリアドル、日本円で6300円が前日深夜までにオンラインで支払いますと 53.5 オーストラリアドルになります。先ほどマンスフィールドのスキーショップでも紹介させていただきましたが、タイヤチェーンを持参する必要があります。しばらく山道を走行していきますと駐車場があります。駐車場からはシャトルバスでスキー場に行くことができます。スキー場に近づくにつれて雪がありました。私はシャトルバスを降りましてメインの建物に向かいました。周りの建物が日本のスキー場とは異なっておりまして、おしゃれさを感じましたね。私はこちらの建物をバックに記念写真を撮りました。私はリフト券を買うため階段を上りました。2階にリフト券売り場がありました。
後で紹介させていただきますが、こちらのカフェで食事をしております。こちらがリフト券売り場です。私が行った時には日本語を話せる香港人のスタッフがおりました。リフト料金ですが、曜日や年代によって値段が変わってきます。一リフ券は大人132から198オーストラリアドル、日本円で13,200円から19,800円でした。それ以外に午後2時以降から利用ができるリフト券のアフタヌーンパスやスキー・スノーボードをしない方用の観光リフト券が販売しておりました。私はリフト券を買った後、スノーボードを借りるために正面に見えますスキーショップに行きました。お店の中の様子です。レンタルだけでなく手袋やゴーグルなどを販売しておりました。レンタル料金を載せております。マウントブラのウェブサイトからオンラインで予約しますと少し安くなります。それでもマンスフィールドでレンタルした方が安かったです。このお店のコインロッカーは20オーストラリアドルで利用することができますし、靴を置いておく場所がありました。リフト券を販売している建物の下の階にコインロッカーがありました。日本語が対応でしたので、英語がわからない方でも理解できると思いました。ただお釣りが出ませんので、クレジットカードで支払った方が良いと思います。今回私は利用しておりませんが、スキー・スノーボードのレッスンがありました。レッスン料金の一部を載せております。詳しくはマウントブラのウェブサイトをご確認いただければと思います。マウントブラはオーストラリア最大級のスキー場です。リフトも20基以上あるそうです。山の稜線を隔てて南側の斜面と北側の斜面があります。たくさんコースがありすぎて全てを紹介することはできませんが、これから一部のコースにつきまして紹介したいと思います。最初に乗ったリフトはバークストリートエクスプレスリフトです。このリフトはビギナーが利用するリフトのためかなり混んでおりました。6人が乗車できます。このリフトの名前の由来ですが、メルボルンのメインストリートのバークストリートから名付けられているそうです。それでは出発します。リフトの支柱のところには人工増設機が見えました。このコースの両サイドにはいろいろな建物が建っておりました。滑る場所がないくらいかなり混んでおりました。リフトの降車はスピードがゆっくりですので、ビギナーでも転ばずに降車しやすいと思いました。おじさんも久々のリフトの降車でしたが、転ばずに降りれました。最初に紹介するコースはバークストリートコースです。こちらのコースは初級コースです。このコースは初心者がたくさん滑っておりますので、ぶつからないように気をつけて滑る必要があると思いました。さらにこの日は視界が悪かったので滑りにくかったですね。このコースをほぼノーカットで紹介しておりますが、緩斜面でビギナーの練習には良いコースだと思いました。次に乗ったリフトはエボムエクスプレスリフトです。このリフトはもう少し上まで行けるリフトです。エボムにつきまして私は知らなかったんですが、曇らないゴーグルのメーカーのようです。こちらのゴーグルは日本でも買えるお店があるようです。おじさんは安いゴーグルを使っておりますので、曇らないゴーグル使ってみたいですね。リフト降り場からこちらの方向にもコースがありました。ただこの日視界が悪かったので行きませんでした。次に紹介するコースはボールディコースです。このコースも初級コースです。
オールディについて調べてみたんですが、ハゲ頭という意味だそうです。その言葉を聞いておじさんドキッとしましたね。雪が少なくなっている場所が結構ありました。バランスを崩さないように注意して滑ってほしいと思いました。おじさん、こんなスノボーダーと一緒に滑りたいですね。この先は先ほど紹介しましたバークストリートコースになります。次に紹介するコースはブリザードレースコースです。こちらのコースは中級コースです。この動画を撮影した日が2023年8月でしたが、気温がマイナス1度でした。波打っている場所がありますので、バランスを崩しやすいと思いました。このコースは結構スピードが出ましたので、中級以上の方であれば楽しく滑ることができるんじゃないかなと思います。今回最後に乗ったリフトはスカイラインティーバーリフトです。ティーバーリフトはコツをつかまないと乗車が難しいと思います。映っているスキーヤーも転んでいました。おじさんも一度転んでしまいました。降車するときにティーバーを離します。次に紹介するコースはサミットコースです。こちらのコースは中級コースです。この映像は2019年にマウントグラに行った時の映像です。雪質はアイスバーンに近かったんですが、すごく広くて外国で滑っている感覚を味わえるコースだと思いました。最後に紹介するコースはシェイキニーコースです。こちらのコースも中級コースです。こちらの映像も2019年に iPhone で撮影しております。この映像は手ぶれがあって見づらいと思います。今回2023年8月に行きましたが、4年前の2019年8月の方が雪がたくさんありました。実はシャーベットでしたが気持ちよく滑れました。私はスノーボードを楽しんだ後、リフト券売り場の反対側にありますカフェで食事をしました。このお店のメニューです。サンドイッチやクロワッサンなどのフードメニューに加えまして、ランチメニューやドリンクメニューもありました。私はランチメニューのチーズハンバーガー&チップスとコカ・コーラゼロを注文しました。オーストラリアのハンバーガーはやっぱり美味しいですね。これで今回の動画は以上になります。マウントグラの日帰りツアーの出発地でありますメルボルンの映像を見ていただきながらエンディングにさせていただきます。今回の動画はメルボルンから3時間で行けるオーストラリア最大級のスキー場マウントグラにつきまして紹介させていただきました。オーストラリアは南半球のため日本の夏の時期が冬です。マウントグラは成田空港から直行便がありますメルボルンから日帰りでもスキーやスノーボードを楽しむことができるんです。また車が運転できなくてもメルボルンから日帰りバスツアーを利用して行くこともできます。このスキー場の情報があまりありませんでしたので、知らない方もいたんじゃないかなと思います。スキーやスノーボードを7月から9月に滑りたいと思っている方にはメルボルン観光を兼ねまして一度は行かれてほしいスキー場だと思います。そして日本の冬の時期には北海道旭川市周辺の素晴らしいスキー場でスキー・スノーボードを楽しんでほしいと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。来年もマウントブラン行けたらいいな。